お、やっと。今月はガス料金2400円値引きらしいです。コーヒーのお供は、こいつ、無印良品の紅茶バームなんですけど、これ多分新発売なのかな。ハーフサイズというか、この小さな紅茶バームって書いてありますけれども、無印良品の、これ、普通のサイズのバームクーヘンだと、この倍くらい長さあるんですけれども、それが半分の長さになってて、かつ値段も半額になってるっていうもので、初めて見たので多分新商品だと思うんですけれども、正直ね、1本はいらないなっていう感じするんですけれども、だから、2回に分けて食べてたりしたんですけれども、ハーフサイズが出てくれたっていうのはかなりこれはいいサイズ感かもしれません。で、これをね、家族への、先週末、福島に行って家族に会う機会があったので、家族のお土産として買ってきたんですけれども、その、家族が好きなこのバームクーヘンとか、あとカルディの、杏仁豆腐とか、家族の好きなものをより集めて、お土産買っといたんですけれども、なんと、玄関に忘れていったということで、渡せなかったので、まあいいです。とりあえず、置いといてもしょうがないので、食べちゃいます。また家族と会う機会があったらまた買いに行こうと思います。うん。味は変わんないですね。安定の美味しさです。この毛布をね、久々に洗濯したんですけど、これがもう水を吸いすぎて、これだけじゃないと脱水かかんないようなくらいの、なんかめっちゃ重くなっちゃって、止まっちゃって、だから一旦これだけ単体で脱水かけて、こっちにまだ脱水かけてない状態の布団があって、毛布がなぜかめっちゃ水吸うので、一緒には洗えないですね。重すぎて動かない。でもね、脱水終わるともう結構乾いてるんですよね。うん。まあもちろん干さないといけないですけど、結構ね、なんか1時間ぐらいで乾きそうなくらいまでなんか乾くんですが、水の含み方がすごい。厚手だからかな。今日もホットケーキ食べようと思います。朝食はこんな感じです。ではいただきます。いや、ここ日当たってめっちゃ気持ちよかったので、30分ぐらい昼寝してました。よいしょ。ちょっと、いろいろ作業したりしてて、今、少し、サイクリングしてきます。あったかいうちに。ちょっと風が強いので、サイクリングは諦めて、まあ、せっかく出てきたんで、駅前まで来て、散歩します。お、45分歩きましたね。結構歩いたな。ということで、帰ります。うわ、開放感やば。もうこの家来てからずっとここにあったこの、トタン張りの倉庫的なのが、先週ぐらいに、壊すっていう紙がポストに入ってて、で、今日、壊す予定だったんですけれども、帰ってきたら、なくなってる。
これもうなんか違う家なんじゃないかっていうレベルで眺望が良くなってて、もうここ一面全部トタンだったんですが、それがなくなって、いつも通ってる道なはずなのに全然見たことない景色。これやば。わ、これかなり眺望良くなったな。ちょっとですね、今日から、ランニングを始めようと思いまして、それも、今年の4月ぐらいに、大野原森林公園でマラソン大会があるんですよ。で、なんか、父親が、自分の父親がマラソンが趣味なんですけど、まあ、いろんな大会に出てて、その大野原森林公園のマラソン大会にも、出るということで、せっかくなら、一緒に出てみないかって言われたので、出ることにしたんですよ。マラソン大会に。で、まだエントリーしてなくて、それも何キロの、種目というか、何キロのあれにエントリーすればいいかっていうのがまだわかんないので、ちょっとね、少しずつ、走ってみて、どんぐらいの距離がいいのかっていうの、あとタイムとかもね、制限時間とかもあるので、まあ、ちょっとどれくらいの距離をどれくらいで走れるのかっていうのをね、前はね、なんか走ってる時期あったんですけど、最近全然走ってないので、ちょっと走ってこようかと思います。アプローチがあるのでね、とりあえず、5キロくらい走ようかなと思います。初っ端からあまり走ると、体を壊して、走れなくなると意味がないので、まあ5キロくらい、まあゆっくり走ってみて、っていう感じで、行こうかなと思いますね。はい。で、まあ、家にあったこう、ジャージと、この上に、上着みたいなのを少し羽織って、こんな感じの格好で行こうと思います。はい。よし、とりあえずじゃあ、ランニングのワークアウト開始。やばい。早速知ったい。このジャージのね、紐の部分がだんだんズボン下がってくるから、紐締めようと思ったら、紐がなくなってました。これ、紐通さないと、どんどん下がってくる。この捕虜のあたりまで来ましたけど、1.14 キロで9分。1分10キロが、もっとペース上げたいですけどね。この道結構走りやすいですね。これまっすぐ行くと、ずっと行くと大野原とかがあって、途中に与平沼公園があったりとかする道路ですけど、とりあえず5キロって決めたので 2.5 キロ行ったところから引き返そうと思います。今 1.4 キロぐらい。これあれですね、与平沼公園ですけど 2.27 キロで19分。いや、なかなか疲れます。でも1キロ10分は切ってますね。与平沼公園のところ過ぎたあたり行って 2.5 キロなので引き返します。22分。なので、40分45分ぐらいかかりますかね、5キロで。ちなみにこれは久しぶりに iPhone の純正のカメラアプリで撮影してます。最近ログ撮影を始めて、プロカメラバイモーメントっていうカメラアプリで撮影してるんですけど、これ今イヤホンで音楽聴きながら、走ってるんですけれども、そうするとプロカメラバイモーメントだとそのイヤホン側のマイクにつながっちゃって声の音質がねめちゃくちゃ悪くなるんですよ。で最初の方は結構音が悪かったと思うんですけれども、あれね、この本体の内蔵マイクと切り替える方法が分かんなくて、とりあえずこの純正のカメラアプリで撮っております。とりあえずこんな感じ。48分で5キロ走りました。いやー、なかなか疲れましたね。でも伸びしろは結構ありそうな感じがしました。さあ、ということで今日は時間があるので浴槽に使ってゆっくりします。さて、白湯を飲みながら YouTube 見てます。だんだん暗くなってきましたね。薄暗くなってきました。これ今テレビで YouTube を見てるんですけど、あれですね、Amazon Fire Stick 4K Max だけかなで、YouTube のを再生してる状態なんですけど、1週間ぐらい前のアップデーかなんかわかんないんですけれども、こうやって YouTube 見てるじゃないですか。で、ここを押すと、こんな感じの画面が出てきて、ここから、こうチャンネルの、方に飛んで、
あれですね、プロフィールというか、このチャンネルの動画とかがここから見れる画面になると思うんですけど、これがね、ここのアイコンのところを押した時に、この一番上にチャンネル登録のボタンが来るようになっちゃったんですよ。前までは、このチャンネルの、プロフィールに行くボタンが一番上に出てたので、この、アイコンのところを押して、で、もう一回押したら、ダブルクリックすれば、チャンネルのプロフィールに行けるみたいなのの癖がついちゃってたんですよ。ですが、それが、チャンネルのプロフィールに行くボタンが一番下になっちゃって、一番上がこのチャンネル登録のボタンになっちゃったせいで、これ、無意識にチャンネル登録解除しちゃうんですよね。これね、チャンネル登録してないチャンネルで、よりチャンネル登録させようとするために、このチャンネル登録ボタンを一番上に持ってったっていう意図があると思うんですけれども、すでにチャンネル登録してるチャンネルを無意識にチャンネル登録解除しちゃうんですよね。これで結構ね、自分がよく見てるチャンネルとかでも、チャンネル登録一覧みたいなところ見ても、あの人の動画上がってないのかなと思って、見てみると、登録解除されてたりするんですよね。だからちょっとこれ、何気に不便ですね。この、登録してないチャンネルであれば、チャンネル登録ボタン一番上に出てきてもいいから、登録したら一番下になってほしいですね。せっかく登録したんだったら登録解除されない方がいいわけじゃないですか。だから、このチャンネル登録解除ボタンっていうのは一番下にした方がいいと思います。これ家族も困ってましたね。何件か、僕のチャンネルもチャンネル登録解除しちゃった。無意識にチャンネル登録解除しちゃったとか言って、ちょっとここ改善してほしいですね。癖で登録解除しちゃいます。